にちは。お元気ですか？メタスピリチュアル探求家のミリカです。今日は遠くニュージーランドから届いた心を揺さぶるニュースのお話をしたいと思います。山や川が法律で人として認められたって聞いたことありますか？ちょっとびっくりですよね。私たち日本人にとって山には神様が宿り、川には命が流れるという感覚。富士山を思い出していただきますとわかりやすく感覚が共有できるかと思います。この動画では自然と魂がつながる物語をスピリチュアルな視点から紐解いていきます。一緒に感じてみませんか？では参りましょう。第1セクション。マオリのみんな、ありがとう。私の本当の名はタラナキマウンが2025年1月、ニュージーランドのタラナキさんが法的に人として認められたというニュースが飛び込んできました。先住民マオリの人々にとって単なる山ではない。標高2518メートルのこの美しい山は祖先であり、魂の故郷でもあります。法的に人として認められた大切なこの山を見上げて、彼らはお帰りなさいと語りかけるような気持ちだったそうです。でも、この山には深い傷の歴史があります。19世紀、イギリスがニュージーランドを植民地化した時、タラナキさんはエグモントさんと名前を変えられ、マオリから切り離されました。1865年、彼らが英国に反抗したことを理由に、周辺の土地は没収され、山は王室の所有物にされてしまいました。マオリの人々は、自分たちの祖先である山を奪われ、聖なる絆を断ち切られてしまったんです。当時、イギリスは山を資源としか見ていませんでした。木には切り倒され、土地は開拓され、自然への敬意は踏みにじられました。マオリにとっては、山が泣いているように感じたことでしょう。それでも、彼らは決して諦めはしませんでした。長い年月をかけて、山に命を吹き戻し、ついに、タラナキ、マウンガという本来の名前と、法的な権利を取り戻したんです。ここにスピリチュアルなメッセージがあると、あなたは思いませんか？傷つけられた自然は、私たちの中の忘れられた部分を映している。タラナキさんが癒されることが、私たちも癒しへの一歩を踏み出せる。そんなつながりの力が、この山にはある気がします。第2セクション。自然と魂の絆、そして植民地の影。大切にしていたのはタラナキさんだけじゃないんです。2014年にはウレウェラの森。2017年にはファンガヌイ川が同じように人として認められました。マオリにとって自然は家族であり、生きている存在。川の流れは先祖の声であり、森の木には未来を守る守護者なんです。でもこれらの自然も植民地時代に深い傷を負いました。ファンガヌイ川はダム建設や汚染でその流れを乱され、マオリが命の源と呼んだ水は濁ってしまった。イギリスは川を単なる水路として扱い、船を通し、土地を切り開く道具にしたんです。ウレウェラの森も木材のために切り倒され、聖なる土地は荒らされ、マオリの祈りの場が奪われた。それでも、マオリの人々は自然との絆を信じ続けたんです。ここで皆さん、日本のアニミズムと似てると思いませんか？八百万の神を、私たちも昔から信じてきましたよね。山や川、海に手を合わせ、暮らしから切り離せない恩恵をいただいている神様だと信仰していました。そんな日常の中で、自然と魂が響き合っていた。私たちの祖先も、自然の中に自分を見ていたのかもしれません。スピリチュアルな視点で見ると、自然に権利を与えた動きは、過去の傷を癒す旅の一歩を踏み出し、命あるものすべてが繋がっていることの大きな気づきに向かわせました。そして、そのつながりの中で、自分自身も癒される瞬間を誰もが体験したのです。第3セクション。日本人へのメッセージと、サンコと八郎の物語。ニュージーランドのこの出来事は、遠い国の話じゃないんです。私たちにも問いかけています。マオリの人々が植民地時代に自然と引き裂かれた時、それは彼らの魂の一部を奪うことでした。でも、彼らは立ち上がり、自然に命を吹き戻しました。私たちも、忙しい毎日に追われて、自然と離れてしまった時、心が少しずつ乾いてしまうことってありませんか？ここで、日本の心に震え響くお話をしたいと思います。絵本、サンコ、そしてもう一つ、八郎って知ってますか？サンコは秋田の平野の子。本当の名前は違う。
サンゴは巨人のようにとても背が大きく成長し、いつしか姿を見せなくなった。でも村人が困っていると、人知れずやってきて大きな体と力を活かして人々が生活しやすいようにしてあげていた。ある時、暮らしに必要な大切な木々が植えられている山が火事になってしまった。山のこれらの木々を運んであげて植えたのは実はサンコだったのだ。この時代は長男が家を継ぎ、他の兄弟は追い出されてしまう。このまま焼けてしまえば家から追い出された男衆はきっとお金を稼げず苦しむだろうと。サンコ自ら山に覆いかぶさり火を止めようとした。サンコの体も焼けてもう見えなくなってしまった。火は収まり、それから木はまたスンスン伸びて大きくなった。人思いのとてつもなく優しいサンコのおかげで救われた。秋田は木の国となったというお話です。八郎のお話。八郎は大男。なのにもっともっと大きくなりたいと思うのはなんでなのか。八郎自身もわからなかった。小山ほどもある大男なのに、ある日、小さな子供が泣いているので話を聞くと、村の田畑が大波に流されを、百姓さんたちも泣いているとのことだった。八郎も涙をポロリとこぼした。八郎は大きな山を引っこ抜き、海へと放り込むと、一旦はせき止められた。だが怒った海は、またも大きな波を押し寄せる。八郎は両手を広げ、海の中へぐっぐっと入っていった。その時、八郎はなぜ、自分はこんなに体が大きいのかが分かった。それは働く人のためだと。村の人を助けたい。泣いている子供の涙を何とかしてやりたいと。そのために、人々のために大きくなりたかったんだと分かった。優しい八郎は海の中へ。もう姿は見えなくなった。どちらも自然と一緒に生き、人々を災害から守るために命を捧げた男性のお話です。この物語には、日本人の自然への感性が詰まってると思いませんか？山や海は、私たちの生活を守ってくれる存在であり、時にあれ、私たちに襲いかかるが、同時に神聖であり、私たちが生きるのに恩恵をいただく神様でもあります。そんな思いが、子供たちに語り継がれてきたんです。私たち日本人は、自然の中に神様を見つけ、敬意、見守られながら、人と人が共に生きてきました。それは、子供たちに未来を生きていく力を渡したいという強い意志でもあったんだと思います。ニュージーランドのタラナキさんやファンガヌイカワが教えてくれるのは、自然と向き合うことは自分と向き合うこと。傷ついた自然が癒されるとき、私たちの心も癒される。マオリの人々が山に魂を見たように、私たちも身近な自然に目を向けてみませんか？そこにはきっと神様がいて、私たちを待っててくれる。そして、その思いを子供たちにつないでいける。スピリチュアルな旅は、そんな身近で小さな一歩から始まるんですね。ゆきりの言葉、タラナキさんが人になった日。それは、代々大切にしていた自然と魂が再び手を取り合った日でもあります。植民地の傷を乗り越え、マオリの人々が愛した山や川が息づき始めた。そして、サンコや八郎のように、自然と共に未来を守る心が私たちにも受け継がれているのです。あなたはこれまでもこれからもあなたの中に込められたご先祖様や大自然、超自然の記憶と共にエネルギーを活性させてきていきます。今回のお話をあなたはどんな風に考えますか？今日、この動画を見てくれたあなたに小さな気づきが届いたら嬉しいです。もしよかったら、あなたの心に響いたことをコメントして教えてくださいね。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。またね。You're as beautiful as